わ。これもうダメじゃん。完璧模造品だよ。カピラボ。皆さんどうもこんにちは。実は30代子持ち、カピさんです。いやー、実はこの前深夜配信でおじさんと喋ってたんですよね。そこで色々カミングアウトしてしまいました。個人的にはめっちゃ面白かった。アーカイブ残ってないけどね。まあ、雑談はこのくらいにして本日のテーマをやっていきましょう。本日はこちら、Amazon で購入した G502 のマウスです。はい、G502 です。いやー、これめちゃくちゃ安く販売されてたんですよね。箱はかなりボコボコだけど、値段が確か2000円ぐらい。まさか G502 がこんな値段で買えるとは思ってませんでした。さすが Amazon ですね。私が購入した出品者の商品は、すでに負けプレからなくなっていたんですがこんな感じで販売されていました。なんと人間工学に基づいた設計がされているということ。こりゃすげーわ。そんなこんなで国内発送の提携外で注文から3日ぐらいで届きました。いやー、爆速だね。日頃動画を見てくれてる方であればわかると思うんですが、私は生粋のロジクール信者なんですよね。現在使っているキーボードは G913TKL。ロジクール最高峰のキーボードを使用してます。普段使用しているマウスは G502 のワイヤレス。ロジクール信者と言っても過言ではないでしょう。そんな私が新たに買ったマウスは、あれこれ G502 じゃね？もしくは G502。もういいよね？もうこのくらいでいいよね？さあ、茶番はこのくらいでいいか。今回は、これを本当の G502 と見比べていきたいと思います。ということで買ってきました。ちょうどよくハードオフで激安で売られてたんですよね。この G502 は初期モデルになるのかな？青い差し色が入ってます。ちょっとダサい。ちなみにお値段は1100円でした。一応ジャンクですが、動作しましたと書いてあります。まあ、今回は比較用なので動かなくてもそれはそれであり、どこがどう違うのかも見比べていきましょう。それではまずは開封からやっていきましょう。はい、それではこの2つを見ていきましょう。まずはこのチャイナの偽物であろうマウスから、日本国内からの発送でこんなものが売ってると思わなかったですよ。はい、中身はこんな感じです。本体と紙が2つですね。まずはこちら。めっちゃ中国語だけどこれは保証書。いや、保証があるのにびっくりなんだが。そして保証書の裏面は簡単な説明書。指南って書いてあります。あと、もう一つの紙はよくある合格証。QC のハンコが押してあります。果たして何に合格してんのかね。そして本体はこんな感じ。もうさ、何も言うことないね。日本国内で売っちゃダメ。完璧に似せてきてます。ロゴが Amazon の商品ページと違って、ただ G のマークを反転させただけだね。もっとプラスチッキーかと思ったら意外と表面の加工しっかりしてる。質感に力入れてんじゃねえよ。正直見た目は悪くない。いや、見た目が悪いのか。型は取っちゃいかんよ。型は、箱から出してみるとこんな感じ。クリック感は普通のマウスって感じ。良くもないし悪くもない。至って普通のマウス。ホイールロック部分は DPI の変更に割り当てられてました。そして側面はこんな感じ。3つボタンがありますね。上2つのボタンは青軸のような押し心地。下のボタンは少し押し心地が違う。ボタンは陥没することもなく、強度はしっかりありそう。反対側はこんな感じ。なんかラインが入ったような加工がされていますね。お尻の部分は光るみたい。この部分は光を透過するパーツが使われています。そして底の部分はこんな感じ。そこは構造が違うね。ここまでは真似てないんだね。そしてケーブルもしっかりと布ケーブルになってました。触り心地は非常に良い。太さも非常に良い。PC との接続部分は USB Type-A。しっかりとキャップまでついてました。なんか質感いいのも悔しい。とりあえずこちらのマウスは置いておいて、次は本家のマウスを見てみましょう。こちらが本当の G502、ロジクールの商品となります。それでは早速開けていきましょう。はい、とりあえず G502 の有線版と無線版も並べてみました。こうやってみると、違いってロゴと左右のラバー部分だけだよね。あとホイール部分か。上から見てると大差ないように見えます。あとはロゴの違い。そして偽物はロゴが反転してる。こんな感じで。
有線版は本物の G502 でも確か前期型、後期型みたいにロゴが2種類あった気がします。とりあえず上から見た比較はこんな感じ。でここからは2種類の比較。上から見てこの2種類の一番の違いはやっぱりホイール部分、そしてホイールのロックがないこと。本物はホイールロックの解除を押すと、ホイールが結構長い間回ります。今指で押してるところ、偽物はただのボタン。これページ送りとかするときに結構重宝するんだよね。軽い力で回転するので、ブラウジングの時に一気に下に行きたい時とか便利。対して偽物はカリカリ回す感じって言えばよいのかな？くるくる、ピタって感じ。あと本物はボタンに記載があるけれども、偽物は何も書いてない。そして側面部分。本物は銀色の三角部分に LED があるけれども偽物はない。親指の当たる部分もラバーかプラスチックかの違いもある。そして左クリックの横の部分。本物はしっかりとボタンになっていてクリックできる。しかし偽物はクリックできないただのプラスチック。ただの飾りですね。お尻の部分はこんな感じ。本物は光はしないけど、偽物はこの部分が光るみたい。光るのが好きな人は、この部分は偽物の方がいいかもしれない。右側面はこんな感じ。ここも本物はラバーみたいな感じで、偽物はプラスチック。ここの部分は若干形状が変わってますね。偽物はアーチみたいになってる。そしてそこの面はこんな感じ。ここはもう一目瞭然で違う。本物には重りを入れる部分があるけど、偽物はフラットになっていてそういう部分はない。ここの部分のことですね。本物は重りを入れることによってマウスの重量を変えることができます。ちなみに偽物の重量は 144g。本物の重量は 165g でした。重り抜きでケーブルを含めてだけど、本物の方が 20g 重かった。そしてケーブル部分は本物の方が太めですね。布ケーブルの網目も本物の方が粗い感じ。とりあえず比較してみたけどこんな感じかな。ではあとは中の構造がどうなっているか見ていきましょうか。それではこちらを分解していきましょう。今回は本物の方も分解してみます。中身の比較もできるしね。まずは偽物の方から分解。パッと見て見える部分にネジはない。多分ソールやシールの下に隠れてると思います。ソールを剥がしてみると、やはり下にネジがありました。全部のシールを剥がしてみるとこんな感じ。全部で5箇所ネジ止めがされていました。それでは早速外してみましょう。ネジが外れたらすぐ裏蓋がガタガタしましたね。簡単に開いたね。中にフレキが見えるので、反対方向から開けていきます。構造的にはこんな感じ。G502 を分解したことある人だったらわかると思うけど、やはり内部は全然違うものですね。とりあえずフレキを外して分離してみます。こうやって見るとやはり中身は値段相応って感じ。パクリは完璧に側だけだね。これで分離ができました。基板を作ってるのはインスタントっていうメーカー。そりゃ、真似してればすぐできるよね。社風と名前がマッチしすぎてる。この基板メーカーが全て作ってるかは知らんけど、ちなみにスイッチは HUANO 製。フアノっていうの？割と認知はされてるし、これを採用してるメーカーもそこそこありますね。どっちかっていうと、なイメージだけど、全くの無名メーカーのスイッチではなかったね。では一応ホイール部分も見ていきましょうか。この部分はマウスの上側にがっちりとくっついていました。ここの爪部分がかなり硬かった。折れるんじゃないかと思うくらい、かなりがっちりとくっついてたんだよね。ホイール部分はこんな感じ。スイッチの軸の種類は違うけどメーカーは先ほどと一緒。TPI の変更スイッチには赤軸、戻ると進むの部分には青軸が使われてますね。しっかりと違いを作ってるんだね。偽物なのに。そしてホイール部分はかなり安っぽい。この部分は合成もかなり低そうな感じ。なんか若干プランプランしてるしね。ちなみにホイールの押し込みスイッチは赤軸が使われてました。マウスの側の内部はこんな感じ。内部構造が違うだけあって、ここは丸々真似たわけではないみたい。それでは今度は本物の方を分解してみましょうか。こちらも表面上にはネジはありませんでした。すべてソールの下に隠れています。ソールをすべて取り外すとこんな感じ。こちらはネジ4本で留められていました。このネジを取り外していきます。
あとは確か G50 には爪で止まってた気がするんですよね。この上の方だったっけ？隙間にピックなどを入れて爪を外したら分離できた気がします。分離できたのがこんな感じ。本物の方はネジを外しただけでは分解できない構造になっていますね。しっかり作られてる。それに内部の構造も全然違いますね。基板の構造から使われてるスイッチまで全てが違いました。圧倒的にこちらの方が質がいいよね。ちなみに使用されているスイッチはオムロン製のスイッチ。これ軸は何になるのかな？そして基板にはしっかりとロジクールのマークがありました。あとホイール部分もしっかりしてるね。やっぱり本物の方がいい。本物はサイドボタンの軸型のボタンと違いましたね。ここは青軸だった。こう比べてみると中身は全然別物でした。取り外した側を見比べてみると表面はそんなに大きな違いはない。だけどこちらも内部構造は全く違いました。明らかに本物の方が緻密に作られてますね。これ一回塗装したことあるけど、本物は本当に作りいいんだよね。さすが高いだけあるよね。片や約2000円の模造品。片や約8000円の正規品。圧倒的にいいのは正規品。これは間違いないですね。使っているパーツからして違う。買うなら間違いなく本物がいいです。しかし、模造さえしてなければそんなに悪いマウスとも思えなかった。いや、模造してるから持ち心地がいいだけか。しっかり使い込んでないからなんとも言えないけれども、マウスとしての使用には何ら問題はなかったです。ホイール部分は微妙だったけど。ではこちらをもう一度組み込んで、最後に PC につなげてみたいと思います。では早速こちらをパソコンにつなげてみましょう。あ、ちょっと待って。これ映像反転させたら、あ、G502 やん。反転しちゃダメなやつだった。パソコンに接続したらすぐに光り始めました。光のサイクルは結構早めだね。光だとかそういうのは変えられないと思う。ちなみにドライバは USB ゲーミングマウスと記載がありました。さすがに G502 とは出なかったね。クリックなどの使用感としては、良くも悪くも普通のマウス。普通に500円から2000円ぐらいで売られてる激安マウスと変わらないですね。サイドボタンはしっかりと戻るや進むに割り当てされてました。スクロールや DPI の変更も問題なし。ただ、マルチ機能とかの割り当てはないから、ゲーミングマウスというよりかはブラウジングに便利なマウス。そんな感じですね。やっぱりゲーミングマウスって、ボタンの配置変更ができるのが強みだと思うんですよね。それができないことを考えると、このマウス買うメリットは皆無だよね。ということで、このマウスはゴミ。明らかに側を模造してるし、ゴミ。写真だけ見て騙されて買わないように注意しましょう。ここまでできるんだったらそれなりにいいもの作れる技術はあると思うんだけどね。技術力の使い道がもったいないですよね。ということで今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。多すぎかも。